左肩の前で降りてきて、右肩の前でターンさせる。やっていただくと分かりますが、この方がアーリーリリースしなくなり、結果的にダフり、引っ掛け、起こらなくなってきます。ダウンスイングでグリップの位置が体に対して左側にあれば、しっかりとためができて、さらにクラブが倒れて正しい位置から降りてきます。そして逆にインパクトからフォローでグリップエンドは後ろに動く。ヘッドとグリップは常に逆転関係になければいけません。空間としてはグリップの位置は移動していますが、自分の体に対してグリップがどこにあるのか。切り返しからインパクト直前までは、グリップの位置は左肩の前。ここです。そして、ここでターンします。この位置でダウンし、この位置でヘッドをターンさせる。左肩の前、右肩の前。こうすることでヘッドが遅れてきて、そして急激にヘッドを走らせることができます。ダウンスイングは左肩の前。インパクトからフォローは右肩の前。体に対してグリップの位置が左から右に移動する。この基本を知っていただければ、ダウンスイングでためがほどけにくくなり、ギリギリでヘッドを走らせて、強い球で狙ったところに球が飛ぶようになってきます。多くの方がダウンスイングでグリップの位置が右肩の前、フォローで左肩の前に行く。グリップの位置を右肩から左肩の前にずらしながら打っている方がほとんどです。これは何が起こるのかというと、グリップとヘッドは逆転関係にあるので、ダウンスイングでグリップが右肩の前に来ると、逆にヘッドは前に出ようとします。そしてこのまま打つと引っかかるので、今度はグリップを左へ引っ張る。グリップの位置が左肩の前に来ると、右手は届かなくなるので、左が引ける。ダフりと引っ掛け、そして飛距離が出なくなっています。このグリップの位置を左から右に移動させるときにインパクトするという話ですが、クラブを右肩の前でさばくと、フリップするんじゃないかと直感的にそう感じると思います。しかし、ここが大きな間違いで、左肩の前で降りてきて、右肩の前でターンさせる。やっていただくとわかりますが、この方がアーリーリリースしなくなり、結果的にダフり、引っ掛け、起こらなくなってきます。前腕がお互いに当たっているかどうか、しっかり当てようと思うと、グリップエンドは右肩の前に来ます。グリップエンドが左側にずれると、前腕は当たらなくなります。ここに空間ができます。チェックポイントとしてヘッドが走った瞬間に前腕がしっかりとお互いにベタッと当たる。ここを目指していただければ結果的にグリップの位置が左から右に移動したスイング。これができている証拠になります。それではやってみます。まず構えてフォローで両腕が当たるようにハーフスイングでチェックします。しっかり当たっています。フィニッシュは離れても大丈夫です。柔らかく握力を抜いて下ろしてきて、そして当たる。この意識で小さくまず球を打っていきます。この位置で止めてもらって腕が当たったかどうか確認します。いつもこういう練習方法をお話ししますが、このルーティン守ってください。打つ前に今回のチェックポイント、腕が当たったかどうか、握力を緩めて柔らかく下ろしてきて、そしてグリップの位置がボールよりも左側に来たあたりで両腕が当たるように右の肩の前でターンさせる。まず最初は極端に腕がターンするように、グリップが右から左にずれながら打っていた方はものすごく手打ちをしている感じがするかもしれません。しかしこことても重要で、
体の回転で降りてきて、インパクトの体勢が整ったら、体はどちらかというとストップです。体が止まった時に、左肩の前にあったグリップエンドが、右肩の前に移動する感覚。これをスピードをつけて、スイングをする。この感覚で、左腕が詰まった感じ、引けた感じ、なくなってきて、これができてくるとダウンスイングで早くほどく必要がなくなってくるので、フォローを直すことでダウンスイングも良くなる。この感覚が分かってくると思います。左手をぎゅーっと強く握って、引っ掛けないように固めて打とうとしている方めちゃくちゃ多いです。球を飛ばしたいのにしっかり握るという矛盾したことをやってしまいます。グリップの位置を右から左にずらしたときは、力を抜いて打つと本当にほどけてまともに当たりません。なので根本的な原因はグリップの位置の移動方向の間違いなのに、どうにか修正するために頭を突っ込ましてみたり、しっかり握ってキープしようとしてみたり、その結果何が起こるのかというと、肘が痛い、手首が痛い、バネ指になった、左手にいろんな怪我が起こります。それはそうです。こんなに速いスピードでこんなに重たいものを振っている。これを腕力だけで抑え込もう。これは怪我するに決まってます。ヘッドのエネルギーや重さに逆らってはいけません。逆にヘッドの移動方向とは反対方向にグリップを動かすことができれば、ふにゃふにゃに握っていても、しっかりとヘッドが走る。左、右。左、右。この意識で、しっかりと腕が当たるように練習していただくと、脱力をしたまま飛距離を出すという感覚、また分かってくると思います。まずは小さい動きでしっかりと腕が当たる感覚。次にショートスイングでも球を打って当たるように、これを身につけて、その力感のままフルスイングに移行するという手順をしっかり守ってください。まず素振りで腕が当たる。ベタッと触ってます。この時右手は握手する感じです。こうではありません。親指は上ではなく下に向く感じ。指がサムダウンした状態で当たる。この腕がしっかり当たった感覚を忘れないようにしながら小さな動きで当てる。フルスイングをした時もフォローのこの辺りだけ両方の腕がしっかりとクロスした感じ、感じれるように練習してみてください。めちゃくちゃ手打ちをしている感じですが、球は引っかかりません。よく右手でクラブを返したから引っかかったと言ってますが、違います。グリップの位置をずらしながらダウンスイングでアーリーリリースをしたから引っかかってるんです。この反直感性、右の前でさばく、ヘッドとグリップの位置が逆転して動く、このあたり、ちょっと理解していただくと、またあなたのゴルフが一つレベルが上がってくると思います。そしてここからは、チャゴル TV 公式アプリ、オンラインサロンの会員の方に向けて、グリップの位置をどう動かせば、しっかり右肩の前でターンできるのか、また違った視点からコツをお話したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さあ、ラゴル TV 集まるよ。明日をごべてませとけ。何年代と気にしない。なな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 なと外が軽いぞ。そうさ、この子は人生出すこまい。なりそれららら。奇跡の一なはまだ来ない。さあさあ、サゴル TV 始まるよ。届けもした飛びした速乾。ララ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 。トイザンダルで処置しない。そうさ、僕は人生出すこまい。なそれららら。奇跡を生きたらまだ来ない。サゴル TV 始まるな。人生がスコー夏とでだまだ先の道だおまだと大体みんながシャボレ TV 始まるよ。